にちは。こんにちは。戦車を設計して戦うことができるスプロケット。実は最近このゲームのアップデートがあって、今回から新バージョンで制作していきます。ほんまか。制作方法はこれまでと変わっていないんだけど、新しい装飾が追加されたり、地形が変更されていたり、砲弾周りもちょっと変わっているね。設計方法が変わっとらんってのはええな。細かいことは作りながら見ていくとして、戦車を作っていきましょう。それでどんなの作るん？久しぶりにオリジナル戦車だね。かなり久しぶりやな。何を作ろうか迷ったんだけど、スプロケットシリーズで人気のあるこの戦車を強化したものを作ろうかな。横向きで移動して天輪を走行にする紙戦車や。早速作っていくんだけど、毎回色で悩むんだよね。迷彩柄でもたくさんあるからな。とりあえずシンプルな白色にして形を作っていきます。色はいつでも自由に変えられるで。前作った戦車は天輪を巨大にして 1200 ミリ相当の走行圧にしていたんだよね。せやったな。こんな感じで厚さ300ミリの天輪が合計4枚集まって1200ミリ。ゲームでは走行値としてプラスされんけど、実際に作られるとそのくらいやな。これをもっと厚くできないのか探していたんだけど、上についているシジリンを使う方法を発見しました。天輪は厚さ30センチまでしか大きくできないんだけど、シジリンは50センチまでできるんだよね。つまり4枚で2000ミリ相当にできる。皆さんここのくぼんどるところは多めに見てあげてください。シジリンも5つくらいから選べるんだけど、見た目が厚そうなものを選択。足回り全体の見た目もカニ戦車に近い三角形にしました。姉妹機みたいな感じや。それで前は胴体にアカネちゃんが乗ってる設定だから1200ミリ相当だったんだけど、今回はそんなことはしません。これ何してん？厚さ500ミリ、8枚のシジリンで胴体を守る設計です。そういうことか。ずんじゃん最強の走行を考えちゃった。どう見ても実現不可能や。そろそろアメリカ国防総省からアイディア使いたいって連絡来ると思うんだよね。木でも来るわんとこんやろ。それで中央の空間はどうするのか。キューブを加工して搭載すると走行を入れないとダメなので、重量を軽減する理由でキューパラを拡大して設置。理論上、幅1600ミリ相当の空間走行として機能する設定。皆さん、設定ですからね、設定。はい、できました。シジリン走行4000ミリ、空間走行1600ミリの驚異の重装甲戦車です。何と戦う気や戦艦か。数字持っとけば男の子はすぐに食いつくからね。余計なこと言うな。それでどこに乗るのか。この丸い胴体やろ。ダメそこ動力乗せないと。はい。しゃあないので私たちは外付け搭載になりました。また外付けか。こんな感じだよね。うちらパッパラパーや。前はあかねちゃん、後ろは私。一番後ろはゆかりちゃん。だから床ないやろ床。これね、ないんじゃなくてこれ以上伸ばせないんだよね。円安と世界情勢、ステルス値上げと価格高騰もあるので、木で代用することにしました。だから細いな、枝や枝。ゆかりちゃんが乗る胴体は引っかかりがないので下で支えます。新しい装飾を使って3つをつなげておきましょう。これ使えるなら床パーツも使えるやろ。ちなみに後から知ったんだけど、今回のバージョンから床パーツというか、フェンダーパーツなんだけど、地面に接触すると普通に脱落します。それチューブラリンになるってことやろ。はい、車体形状はできました。次は方針を乗せていきます。ゆるふわ軍事チャンネル。今作っているのは方針を乗せる構造。その先っちょに機械砲をポイッと。今回使用するのは 35mm 砲。最近用乗せとるやつやな。スプロケットではなぜか機関砲が強いよね。試作では後ろに乗せたんだけど、動力がある設定なので前に持ってきます。見た目のバランスというか、センスも問われるゲームやからな。とりあえず方針はいいとして、砲弾だね砲弾。今回のバージョンアップから砲弾を車体に乗せる必要があります。これか。これもちょっとわかりにくくて、初心者さんがつまずきやすそうな箇所なんだよね。このように砲弾のまとまりを車体の中に入れる必要があって、キーボードの Q キーを押してドラッグすると、砲弾の数も調整できます。これフリーフォームの動かし方になるんか。こうしないと乗せられないのはちょっと優しくないね。搭載したのは 35mm 砲弾1100発分。で、砲身は左右で合計10門搭載しました。また多いな。一つにまとめて連射させたいときは、こんな感じで重ねて、1門ごとファイアディレイ調整します。0.1 秒、0.2 秒とかずらせばええんやな。念のため試験します。連射速度はこんな感じ。前振り420発くらいかな。これ望遠とかの変更されとるやん。バージョンアップでかなりリアルになってるね。
砲身周りの変更点は、今までは砲弾の弾体の長さを調整できていたんだけど、直径の3倍に固定。代わりに、薬莢の長さを変更できるようになって、威力が調整できるようになりました。弊害としては、全体的に装填速度が遅くなっていて、250ミリ砲だと、装填は最低でも1分程度かかる感じかな？大口径の砲弾は扱いにくくなった感じか。ちょっと残念だよね。あと、これまで作ってきた迫撃砲や長飛砲といった構造も作ることができなくなりました。あれはあれで撃破はできん兵器やからな。はい、今回はいろいろやりたいこともあるのでサクッと作っていきます。これ完成やないん。これね、見た目が良くないんだよね、見た目が。男の子は何が好きなのか。シュッとした構造と謎のオプションパーツが好きなはず。それ多分ズンコの好みやろ。こうやって後ろからシュッと。先っちょに持ってきます。シュッとするでしょ？それで、先っちょの頂点をシュッと前に出すと。さっきからシュッとと先っちょしか言っとらんやろ。見てください、かっこよくなったね。スムースアングルを入れれば綺麗になります。これでさらに装甲が強化されました。なんか鉛筆みたいやな。ズンちゃんはさらに攻撃力も強化。なんか伸びとる。砲身長8メートル45センチの34口径250ミリ砲です。これどうすんねん。シジリンが軸を通っている設定だね。先っちょはこのように加工しておきます。ガッチャンすれば完成。これ軸固定やん。安心してください。上下左右に一度くらい動くようにしています。重量的にのせん方がええやつや。もちろんシジリンを保護する追加シールドでもあるので、こんな感じで覆います。ほら、さっきに比べてかっこよくなったよね。みんなかっこええな思ったらいいねボタン押してな。あら、ずんちゃん嬉しくなっちゃう。それでオプションパーツの最後だね。これは敵の攻撃で離体切断があまりに頻発するので、防弾シールドをつけます。シールドか。動画では紹介していませんが、戦闘シーンの撮影が最近10回では済まないレベルになっていて、原因の一つに離体切断があるんだよね。そうなると再収録となるので、今回は事前に対策をします。前を作ったら後ろは形をコピーして搭載。こんな感じでいいかな？冷静に考えて見た目が戦車やないで。ポイント。めちゃ久しぶりに来たで。いやー、ポイント。皆さんしばらくお付き合いください。視聴者さんが大好き、謎の配管を設置。3人分の配管は直結だね。実用化できた核融合エンジン側面に見切りタービンポンプを搭載。なんか情報量多い言葉が並んだで。タンクをポイッと。左から入って右から出る。慣れた手つきで反対側まで回して。こっちに気立インフィルターを搭載。ガチューンやろな。配管を回してぶち込みます。先っちょ側で2つをつなげて。後ろまで伸ばしたら、空中散布ですね。皆さんこれネタでやってるだけですからね。配管をつなげる操作はスプロケットで設計する基本的な動作の練習にもなるので、ぜひ作ってみてください。他のパーツで練習してください。ここまで来ると完成間近。デカール機能を使ってペイントしていきます。かなりセンスが問われるのですが、この部分にだけポイッと入れておきました。このボーダーは何や？自作した画像であれば何でも入れることができるので、こんな感じで数字も入れることができます。今回はストライクビッチーズから501にしておきましょう。戦車とは特に関係ありません。それでは完成した車両を見ていきましょう。重量73トン。とんでもない重さになると思いきや比較的軽めや。注目なのは側面走行です。なんと、推定5000ミリとなっています。いやいやおかしいやろ。さっき作ったオプションの先端構造なんだけど、走行圧は150ミリ、傾斜が80度近くあるのか、1000ミリくらいあるみたいなんだよね。もうチートレベルやん。それで、全体を見ると、先端が1000ミリでしょ？このシジリンが500ミリ4つで2000ミリ。空間走行が一応あって、さらに4つのシジリンで2000ミリ。ここの核融合エンジンの構造は150ミリにしてるんだけど、もう誤差の範囲。で、私たちは推定5000ミリの走行で守られていると。両サイドが何もないやん。なぜ何もないのか、スプロケットではキューボラのヒット判定がなくて事実上無敵だから何もつける必要がないんだよね。ゲーム仕様を悪用する東北ずんこ。構造を伸ばして包むこともできるという改装案も示しておきましょう。搭載しているのは34口径250ミリ砲と57口径35ミリ砲10門。制作時間は3時間ですが、仮設計や録画していない時間も含めると多分2桁はいっていると思います。
れって時間かかるもんなん？手法の武器が90度折れ曲がって正面に向いちゃったり、バージョンアップで新しくなったところの調整に時間がかかったね。細かい調整に時間がかかるんやな。こちらがマウスとの比較だね。全長は 11.8 メートル。10メートル突破しとるやん。先行は2メートル50センチくらいかな。高さはコンパクトだね。これ横移動するんやろ？そう、方針が向いているのは正車側面だからね。もちろんオプションパーツも外して運用もできます。このサイズだと多分鉄道輸送もできる、そんな大きさかな？見た目的にはついとった方がええな。それではゆかりちゃんを呼んで試合をしていきましょう。皆さんこんにちは。いつものように私は砲手やるから、ゆかりちゃんは状況報告、あかねちゃんはドライバーやってね。了解や。では戦闘開始。ゆるふわ軍事チャンネル。あかねちゃん全速前進。みんな行くで。おう加速力がエグい。さっきもさらっと紹介したけど、謎の小型核融合エンジンを搭載しているという設定だね。ガンダムみたいやな。ちなみに貫通すると大規模な爆発が発生するらしいので注意が必要だね。5000ミリあるからな、大丈夫やろ。それでいつも遊んでいるこのシナリオなんだけど、見えとる地形が全然ちゃうで。崖みたいな地形もあって、どちらかというと隠れながら戦うって感じなのかな。バージョンアップで形が変わるってのはええな。他のシナリオはそこまで大きく変わんないんだけど、他は大規模に変わっている感じだね。あと、履帯の食いつきというか、地形を乗り越える超越能力が数倍高くなってるね。そのまま前の坂を登ってみてね。行くで。ほんまや、今までは絶対無理な坂でもグイグイ登っていくやん。でも、ちょっと登りが良すぎて逆に不自然なんだよね。味方戦車撃破。正面というか側面を敵に向けないとやられちゃうね。攻撃開始。敵戦車炎上。さらに敵戦車撃破。今回もサクサクやで。後方の敵戦車に命中。撃破。やっぱり機関砲系だと撃破しやすい気がするよね。敵戦車の側面に命中。撃破。下の谷間から敵戦車接近中。谷間がどうしてるね。そこに反応すんな。ちょっと待って、またあの視聴者さんお尻向けてる。一理やめる。250ミリ。機関通。なんと砲弾が斜めに飛んでたやろ。結局機械砲でペチペチ当ててる方が強いよね。敵戦車炎上。それと砲弾が180度逆に飛ぶバグも直ってる。あれはスローで見るとかなり不自然やったからな。それで、ゆかりちゃんが報告した谷間の視聴者さん、無駄に強調すんな。250ミリで撃破だね。敵戦車撃破。第1波全滅。このまま重戦車戦をやっていきましょう。はい、今日の重戦車ガチャは何かな？これ多分ティーガーや。いい敵さんが出てきてくれたね。攻撃開始。何か爆発。海面の燃料タンクやろ。正面走行かどこかを貫通。撃破。やったね。なんやその気が狂ったみたいな顔は。左に新手の敵戦車。くらえ、ズンちゃんの250ミリ積んだろ。おいった。あいた。何かおかしい。いつもおかしい。ついでにどんな感じで弾防いでるか見てみると。おう、弾いとる。こんな感じで先っちょに命中。次も先っちょに命中。これには理由があって、敵さんは攻撃可能な面の最も前を狙うみたいね。つまり今は先端ってことやな。異常な精度で狙ってくるから注意が必要だよ。9時の方向敵戦車。これはマジ。普通に狙われとるで。正面に敵戦車4両。サクッとぶちのめして左やるよ。先っちょ走行で遊んでる暇はない。さっきの撮影でしれっと回り込まれていた東北ズンコ。前の戦車が邪魔で狙えない。しかも方針が5度しか下がらないから狙えない。やられとるやん。真面目にやれ。ちょっと汗がすごいんだけど、このまま再試合していきます。これ大丈夫？いろいろアウトや。大丈夫ということでカニさん移動しながら戦ってるんだけど、他の上にはガルパン並みの敵戦車の数。ガルパンやめる。
ナー試合化してみたんだけど、敵の挙動がちょっと変わったのかな？側面走行を貫通。それと重大な問題として、待て止まらんで。スプロケットにはブレーキが存在していないので、一度バックするとほぼ止まるまで前進することができません。坂道だと下まで行かないと前に進めない。さすがにおかしいやろ。何か方法あるのかな？検証もしたいのでサクッと終わらせましょう。ズンママの最近また変な属性入れてきたで。ちょっと待って、あかねちゃんロック。またガルパン夫人なんだけど、これどうなっとるんや。やっぱり挙動が変わっているというか、おかしい気がする。敵さんも動かないので谷さん移動で攻撃するしかない。横移動しながら乱れ打ちや。裏へ、ゆかりちゃんの服が乱れ気味で心配な35ミリ砲。さっき爆発したからや。でも、先端を向けて戦えればほぼ撃破される心配はない。敵戦車残り2両。こっちの戦車やな。よいしょ。敵戦車全滅、勝利しました。はい、ではこの戦車が一体どれだけ強いのか検証していこうと思います。久しぶりに妹の登場や。ゆかりちゃんの服で汗ふきふき。ここからは今回作った自称 5000mm 装甲戦車がどのような性能があるのか試験していきます。前にやったことがある被弾テストだね。本当に優れた装甲性能があるのかの試験となります。はい、最初に登場したのは宇宙戦艦ヤマトに登場するサルバー S6 型重戦車です。3連装の99ミリ砲を乗せている戦車だね。はい、こんな感じで全く問題ありません。ノーダメージだね。次に登場したのはガンダムに登場する61式戦車です。搭載しているのは155ミリ連装砲だね。長弾だね。遺体付近に命中してもシールドで防いでる感じかな？続けても装甲が抜かれることはありませんでした。はい、次はこの戦車。ネタで作ったカーベイ22222222222だね。呼びにくいのでカーベイ2プロマックスです。近づいてきました。汗っかきのゆかりちゃんが乗っていないのに近づバックしています。いまいち面白くないですね。見なかったことにして、次はこの戦車の前のモデルとなるカニ戦車です。最初に紹介したけど、電輪で砲弾を防ぐ戦車だね。攻撃されるように側面に移動します。これね、かなりすごい弾数になるよ。ここで止めて様子を見ます。はい、こんな感じです。装甲の入れ方によっては、秒で撃破されるくらいの攻撃力があるんだけど、耐えてるね。上弾した弾がまた上弾して、かなり複雑な弾道で通過しています。バージョンアップで火花もかなりリアルに表現されているね。こちらからも攻撃してみましょう。あれ？撃破されましたね。原因は先にして次はこれです。これは10トン級高速戦車だね。さっきのカニさん戦車と同じ35ミリ砲を2つ搭載しています。5両から攻撃されているので、毎秒10発以上被弾しています。はい、撃破されました。葵ちゃんとおやつ食べながら原因を調査していたんだけど、少なくとも正面というか、こっちの面には弱点はありませんでした。被弾が考えられる箇所は、最低でも150ミリ以上ある感じです。さらに原因を探していたら、一面だけ装甲が薄いところがありました。砲身を乗せた筒状のところだね。正面からちょうど反対側にあるところが抜かれて撃破されていました。予想では上弾した弾がこの部分を貫通して撃破されていたのだと思います。強化したら全く撃破されなくなりました。つまりスプロケットでは上弾する弾も計算して装甲を入れないと想定外の撃破が発生する可能性があります。そしてもう一つ重大な問題を紹介して終わりましょう。この支持輪めがけて攻撃します。わかりましたか？ずんちゃんわかんない。このように支持輪に当たり判定はありませんでした。スプロケットでは装甲としての機能はなく0ミリという意味です。
それ以外の機動輪、誘導輪、指示輪については多分 250mm も強制長弾させることができるので、見た目だけではなく装甲として機能させることができます。指示輪も同じだと思って作ったんだけど、まさかの当たり判定なし。皆さんも変わった戦車を作る前は必ず試験してから実装するようにしましょう。でも実際に作ったら装甲として機能するからね。ずんちゃんすごい。こんな戦車は作れません。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは軍事に関する興味深い内容からゲーム実況を多く投稿しています。初めて動画を見られる方、すでに見られている方もぜひチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。では、次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。